こんにちは、もずくです。今回はココアポケモンで街づくりです。まっさらな街にポケモンジムを含むいくつかの建物を作っていきます。ポケモンの世界にはポケモンジムという対戦施設が存在していて、街によって見た目が違ったりするらしいんですけど、自分で考えた街に自分で考えたポケモンジムがあったら面白そうだなと思ったので、今回はオリジナルのポケモンジムを作ります。建物は全部で5軒作っているので、順番にご紹介していきます。どうぞ。今回は十字路沿いの一角に建物を作っていきます。最初に建物のバランスを見るために壊しやすい砂ブロックで形を作ります。1軒目はポケモンジムの受付を作ることにしました。なので小さめな建物です。受付は奥まっているような形にして立体感を出しています。全体はこんな感じです。2軒目はポケモンジムです。公共施設のような整った印象を出したいので、左右対称な建物にしていきます。入り口も分かりやすく、ドアを設置する場所を2つ作りました。上にも窓枠を作っていきます。ちなみに左右の窓の位置を前か後ろで迷ったんですけど、端は道にくっついていた方が遠くから見ても見やすい気がしたので、位置は前にしました。ということで正面はこんな感じです。次は奥行きを決める前に内装に作るバトルフィールドの大きさを決めます。ここでジムリーダーと戦うイメージです。フィールドの後ろは高さを上げてジムリーダーがいる場所を作りました。大きさが決まったので奥行きも合わせて作っていきます。真ん中は1ブロック高さを上げて立体感を出しました。そしてさらに窓枠と高さを揃えて壁を作ります。後ろを整えたら全体はこんな感じです。では1軒目から飾り付けていきます。ポケモンの世界の施設感を出すためにポケセンの壁縁ブロックを使います。建物が小さい分ブロック数が減るので立体感を出しづらいんですけど、その分ブロックを場所によって変えて変化を出しています。現実的な街づくりの中にポケモンの世界観の建物をなじませるのが難しかったんですけど、今回だとポケセンの壁ブロック以外を周りの建物と同じジャンルにすることでポケモンっぽさも残しつつなじませられたかなと思います。ちなみにこの受付ではバトルの申請や結果の報告をしたり、観覧のチケットを販売したりする設定です。そして次は屋根選びなんですけど、平らな石屋根だとなんだか味気なかったので、鉄板ブロックで1ブロック高さを上げて正面に扇屋根を設置しました。どこかに丸みがある方がポケモン世界の建物になる気がします。ではあとは大きな換気扇とパイプで立体感を出したら外観は完成です。次は家具を飾っていきます。窓口の上に蛍光灯を設置し、アーケードゲームマシンを発見器に見立てます。壁沿いに待合椅子も置きます。室内に置く家具はなるべく目立たない色を使います。窓口を見た時に
何かしらの受付っぽくは見えるかと思うので、色で情報量を減らしました。あと家具に関しては、特に施設だと色を使わない方がリアリティが出るかと思います。ということで、ここで働いてもらうポケモンを呼んできます。次はポケモンジムを作ります。グレーにペイントした鉄板ブロックを1階のすべてに使います。入り口の天井は横鉄骨を使って立体感を出しました。そして下に重心がある方が間延びしない気がしたので、全体を調整していきます。2階の窓の位置も変えてバランスが良くなった気がします。では窓やドアを設置していきます。正面はガラス張りにして中の様子が見えるようにしておきました。2階はオレンジにペイントした四角タイルを使います。真ん中はポケセンの壁下ブロックでポケモン世界の施設感を出しました。そして真ん中の屋根には出っ張り壁を使います。とりあえず正面側だけ作りました。縦鉄骨で屋根の支えを作り、窓も設置していきます。左右の屋根は平らな石屋根を使いました。そして大事なジムマーク像を真ん中に設置します。これだけですっごくジムっぽくなりました。次に角にオレンジにペイントしたシンプルな柱を設置して角を丸くします。屋根上には設備をいくつか設置し、さらに立体感を出していきます。ということで正面が完成しました。ジムっぽくなったかと思うんですけど、どうでしょうか。では正面以外も作っていきます。1階は正面と同じく鉄板ブロックを使います。バトルをする場所なので技を吸収しそうなブロックにしておきました。これをぐるっと一周作ります。2階も正面と同じ四角タイルを使います。今回はまっさらな街のテーマに合わせてオレンジとグレーのジムにしたんですけど、いずれは他の街にもそれぞれの街のテーマに合わせたポケモンジムを作りたいなと考えてます。普通の建物を作るのももちろん楽しいんですけど、個人的にそのゲームの世界観とか設定を拾って何か作るっていうのも好きなので、めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱポケモンの世界ではあるので、ただ街を作るだけではなくて、その中にポケモン世界にあるものを取り入れるようにはしていきたいなと思いました。皆さんの中でもオリジナルの街を作っている方もいるかと思うので、ぜひご自身の街に合わせてポケモンジムを作ってみてほしいです。では次は内装です。フィールドは公式のクラウド島にあったものをアレンジして作ります。縁は鉄板の床ブロックを使い、へこませたところに鉄の階段を設置します。そしてポケモンジムには必ず謎の台座と謎の石像があるらしいので、これも置いておきます。次にシンプルな床ブロックで白線を作ります。ジムリーダーが立っているところも鉄板の床ブロックにしました。そして真ん中にモンスターボールのラグを敷きます。これでフィールドが完成しました。次は観客席を作ります。打ちっぱなしの壁ブロックで土台を作り、コンクリートの階段を設置します。
椅子は観客の椅子を使いました。色をなじませることも考えたんですけど、赤いままの方が公式感があったのでそのままにしました。次に角をシンプルな柱で丸くし、窓際に選手たちが時間まで待つスペースを作ります。で、ブロックの隙間が気になるんですけど、ブロックで埋めようとすると椅子の上が狭くなるので、コンクリの縁を使って隙間を埋めていきます。するとこんな感じです。次にフィールドの四隅と入り口にグランドライトを設置します。そして屋上上にテレビを使って電子看板も設置しておきました。最後にかけた四角タイルでどこどころボロボロにしたらポケモンジムは完成です。3軒目は受付の後ろに作ります。まずは当たりをつけて大きさを決めていきます。受付もジムも低めの建物なので、それよりも高くしました。ただの四角だと単調なので、もう一つ小さめに枠を作ります。いい感じの高さと形になりました。ではブロックを置き換えていきます。1階はお店の予定です。この町に使っている水色がまだ使えていないので、この建物の1階部分に使います。海外の街がテーマなので、アンティークな壁ブロックを使って洋風にしました。入り口は今回はドアは使わず、つるつるな日よけだけにし、窓を設置していきます。床は打ちっぱなしの壁ブロックにして、階段にも同じブロックを使います。壁はザラザラ壁ブロックを使うんですけど、建物が横に伸びているように感じたので1ブロック分削ります。階段は連続でつなげると角度が急に感じるので踊り場を設けました。上に設備も設置し、コンクリの縁で囲います。全体はこんな感じです。では上の階も作っていきます。上の階で使うブロックは正直すっごく悩みました。受付の建物が遠くから見るとほぼ無地の壁なので、この建物はタイル系にしようとは考えてたんですけど、タイルの溝がはっきりしているものとか色が濃いと背景として作ったこの建物の方に目がいってしまったりしたので、最終的に石のタイルになりました。今のところブロックが被らないように建物を作っているので、選ぶのがなかなか難しいです。しかも全て豆腐建築っていう、なんとか窓の組み合わせを変えたりとか、今回だと非常階段をつけてみたりだとか、いろいろ工夫して考えてます。ちなみに今回は屋上を横鉄骨で囲う方法を取り入れてみました。では階段下のスペースに火力発電マシンを設置します。これで電力が確保できたので、無線送電機を埋め込んだり電柱を設置していきます。これで3軒目は完成しました。電気が通ったのでテレビに写真を飾ります。次は4軒目です。まずはバランスを見るために当たりをつけます。今回は普通の長方形を作りました。
ブラックとダークブラウンの洋風でかっこいいアパートを作ります。入り口横はフェンスを設置して車庫を作ってみました。その上に横鉄骨を設置して変化をつけます。今回壁は石レンガの壁ブロックのみを使いました。その分階の境目に出っ張り壁で立体感を出していきます。角は石の柱下ブロックを使って出っ張り壁とつなげます。正面以外は壁と同じ位置に出っ張り壁を設置しました。正面は窓があるので落下防止のようなイメージで壁よりも前に出しています。他の建物と被らないところは一つだけ窓を設置します。その他は横に建物を建てる予定があるのでブロックで埋めておきました。そして床と天井は打ちっぱなしの壁ブロックを使います。次に設備で立体感を出し、路地を作ったらこれで4軒目は完成です。最後は5軒目です。当たりをつけてバランスを見ていきます。この建物は今までで一番高い建物になりました。今回の動画だとポケモンジムがメインになるので、他の建物に高さがあるとぼやける可能性が出てきそうなんですけど、あえて周りを高くすると高さのないジムに目線がいってくれます。今回は4階建ての建物になるので、階の境目を横鉄骨で分けていきます。壁は3階まではグレーのマグノ床ブロックを使い、4階は水色にペイントしたザラザラ壁ブロックを使いました。で、角だけ別ブロックを使うか角まで埋めるかで迷ったんですけど、鉄骨が角まであった方がバランスが良さそうだったので、壁も角まで作ることにしました。そして一番上にも横鉄骨を並べていきます。さらにその上に出っ張り壁も並べて、壁がシンプルな分立体感を増やしました。引きで見るとこんな感じです。良くなったのでドアや窓を設置していきます。まず路地にはやっぱり裏口が欲しいので段差をつけて作ります。そしてドアと同じ位置に窓を作っていき、広いところは大きめの窓を作っていきました。単調にならないように幅を変えて作っていきます。そして正面右側は壁を奥に作り立体感を出します。残りはとりあえず埋めておき、入り口はアーチを作っておきました。引きで見てみて窓の位置は良さそうなので、フレームガラスが統一して設置していきます。そして裏口前には非常用のはしごを設置しておきました。屋上は打ちっぱなしの壁ブロックを使い、正面に窓を追加します。奥まったところの窓下にはブロックを追加して、正面はこんな感じです。後ろもはしごがいい感じになりました。では入り口をもう少し作り込んでいきます。ポケセンの壁上ブロックで屋根を作ります。壁に合わせて白にしました。ちなみにこの建物はまだ何にするか決めていないんですけど、アニメでジュンサーさんという警察官が出てくるので、警察署とかでもありなのかなと考えてます。
次に入り口の横にも空間を作ります。ただ奥行きが少し足りなかったので1ブロック分増やして、この空間にも入り口を作ります。最初にも言った通り、この建物が今のところ街で一番大きな建物なんですけど、なぜか今回作った建物の中で一番すんなりデザインが決まりました。一角に作る最後の建物だからなのか、全体のイメージがつかめているので、どんな素材で何色を使ったらいいか、どのくらいの大きさにするかが分かりやすかった気がします。街並みを作るときは一軒作ったら周りにどんな建物が足りないかを考えながら作ると作りやすいのかなと思いました。では最後に屋上に設備の管理部屋を作ります。コイルあたりに住んでほしいなと思ってて、空を飛ぶことができるポケモンは高いところに住んでもらうと見上げた時に空を飛んでいたりするので、すごくおすすめです。ということで、これで今回の街づくりは完成です。いかがでしたでしょうか。今回は街の特徴に合わせたポケモンジムと建物をいくつか作ってみました。すっごく楽しかったので、ぜひ皆さんもご自身の街に合わせてポケモンジムを作ってみてほしいです。ゲーム内だとジムリーダーに話しかけるまでに仕掛けがあって、そこをクリアしてからじゃないとバトルができないような仕組みもあったりするらしいので、そういったものも取り入れても面白くなるかなと思います。そして近々足りないところにビルを足す生配信もしようかと思っているので、よければ遊びに来てもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。